情報科学類の馬場です。人工知能と機械学習の講義を始めていきます。これまで皆さんはデータサイエンスの一連の講義を通じてデータの収集方法や取り扱いの方法、また可視化や統計処理といったデータの分析方法について学んできたと思います。このビデオ講義では発展的話題として人工知能と機械学習について紹介します。人工知能という言葉は様々なメディアやコンテンツで皆さん耳にしたことがあると思います。人工知能は数十年前から研究されていましたが、2010年代に入って大きく発展し、実用化が進むようになりました。その背景にあるのが、大量のデータからルールを学習する機械学習技術です。大量のデータを活用するという点で、機械学習はデータサイエンスの一種と位置づけることができます。本講義の前半では、人工知能がどういうもので、どういうところで活用されているのか、そして今の人工知能には何ができるのかについて解説します。また後半では、機械学習がどういうもので、どのようにデータから学習するのかという機械学習の仕組みを簡単に解説していきます。それではまず人工知能についてです。人工知能には様々な定義がありますが、人工知能研究の第一人者であるジョン・マッカーシー教授は、人工知能は知的な機械、特に知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術というふうに述べています。この知的な機械、コンピュータプログラム自体を指して人工知能と呼ぶこともあります。従来の機械やコンピュータプログラムは知的ではなかったのですが、これを知的にしようという試みが人工知能です。知的ということを定義するのは難しいのですが、大まかには人間が知能を使ってできるのと同じようなことができれば知的だと言えます。そのような知能をコンピュータープログラム、つまりコンピューターによる演算処理によって実現することを人工知能では目指しています。ところで人工知能というと、ドラえもんやターミネーターのような実体のあるロボットをイメージする人も多いかと思います。しかし人工知能はコンピュータープログラム、つまりロボットの頭脳のような部分のことを指します。人工知能は実体があってもなくてもよく、我々の見えないところで裏方のように働く人工知能がすでに社会や日常の中で活躍しています。そのような例を後ほど紹介していきます。さて、知的とはどういうことなのか、もう少し考えていきましょう。従来のコンピュータープログラムは知的ではないため、与えられたルール通りの動作しかすることができませんでした。ですので、人間がすべてのルールをあらかじめ作っておく必要がありました。しかもそのルールはコンピューターが扱える計算可能な形式でなければなりません。特に複雑な問題でそのようなルールを網羅的に作るというのは人間にとっても困難です。例えるならば、従来のコンピュータープログラムは数学の問題を解くときに解き方のルールあるいはパターンの一覧を見ながら解いて、しかもそれに当てはまる問題しか解けない、そういう生徒のようなものです。ルールやパターンに当てはまらない問題だと手も足も出なくなってしまい、これでは知的とは言えません。一方、知的なコンピュータープログラム、つまり人工知能は状況に応じてどのように動作すればよいかを判断することができます。そのように臨機応変に判断するために、過去の経験や教材を通じてルールを学習したり、少数のルールから推論して判断することができます。数学の問題の例で言えば、新しい解き方を自ら学習し、少数の公式や解き方から推論することができる生徒ということになります。
具体的な例を一つ示しましょう。ここで手書きの数字を認識するコンピュータープログラムを考えます。これは手書きの郵便番号の認識のような状況を想像してください。このようにマス目に手書きで一つの数字が書かれており、これが0から9のどれに当てはまるのかを認識します。まずは知的ではないコンピュータープログラムに手書き文字認識をさせることを考えます。そのために認識のルールを与えることを考えます。例えば、ある手書き文字を1だと判断するためにどんなルールを与えればいいでしょうか。1は真ん中に書かれていることが他の数字よりも多そうなので、両端にスペースがあれば1だと判断できそうです。ルールは計算可能な形で与えられないといけないので、例えばこの図のようにですね、左右3分の1の領域、つまり左から3分の1の領域と右から3分の1の領域が白色なら1と判断するというようなルールを考えてみます。この今の手書き文字の画像の場合だとうまくいきそうですが、次にこのような画像を考えてみます。この画像の場合でも左右3分の1の領域は白なので、この手書き文字は本当は9のはずなのに、このルールを適用すると1だというふうに判断されてしまいます。このようにさまざまな筆跡の手書き文字に対してそれらを網羅するようなルールを計算可能な形式で定めるというのはとても難しいことになります。一方、人工知能は自らルールを学習することができます。教材としてどういう手書き文字が1で、どういう文字が9で、どういう文字が7なのかというさまざまな例が与えられると、それを利用して人工知能はルールを学習します。このルールを用いて教材に含まれていない新しい手書き文字でも正しく認識することができるようになります。人間は教材からの学習方法だけをコンピュータープログラムに指示すればよく、ルールをあらかじめ定める必要はありません。さらにコンピュータープログラムによりルールを学習するために、そのルールは計算可能な形式で表現されています。人間がルールを用意する労力をかけることなく、コンピュータープログラムがルールを学習できるというわけです。このように学習したり推論したりすることで知的に振る舞う人工知能が我々の日常のさまざまな場面で活用されています。代表的な例にスマートスピーカーがあります。Amazon エコーや Google ホームに代表されるスマートスピーカーは、人間が音声で与える指示に従い、音楽再生や天気の案内、タイマーの設定などさまざまな動作を行います。多くのスマートフォンにも同様の機能が搭載されています。ロボット掃除機も身近な人工知能の例です。ロボット掃除機はセンサーを利用して部屋の情報を収集し、障害物を避けながら部屋全体の掃除を行います。スマートスピーカーやロボット掃除機は家電に人工知能を搭載した分かりやすい例ですが、裏方のような人工知能の例もあります。その一つが顔認証です。顔認証はスマートフォンのロック解除や空港の入出国手続きなどで用いられており、カメラの前にいる人物が登録されている人物と同一人物かどうかを判定します。さまざまな照明環境や顔の向き、帽子やメガネの有無に対応できるよう人工知能が活用されています。動画配信サービスや通販サイトなどで用いられているコンテンツや商品の推薦も身近な例です。過去の閲覧履歴や購買履歴を利用して各自の好みを推測し、その人が好むアイテムを提示するのに人工知能が用いられています。
このように日常の中で人間の生活を便利にするために人工知能が活用され始めています。さらに人工知能は一部の問題において人間を超える知能を発揮し始めています。例えば2011年には IBM が開発したワトソンという人工知能がジョパディというアメリカのテレビのクイズ番組に出演し、この番組の常連出演者2名を破って優勝するという快挙を達成しました。また日本の国立情報学研究所が中心となって進められたトウロボくんというプロジェクトでは、人工知能が人間の受験生と同じ大学入試の模試に挑戦して、2015年には数学や世界史で偏差値60を超える成績を収めました。このような知識を問う問題のほかに、ゲームでも人工知能は人間を超え始めています。1997年には IBM が開発したディープブルーという人工知能がチェスの世界チャンピオンに挑み勝利しました。また2017年には Google が開発したアルファゴが囲碁の世界チャンピオンに勝利しています。ここまで日常にある人工知能や人間を超える人工知能について紹介してきました。ここでこれまで紹介した人工知能の共通点に気がついた人はいるでしょうか。それは特定の問題しか解くことができないという点です。ロボット掃除機は掃除しかできませんし、チェスの人工知能はチェスしかできません。トウロボくんの例でも数学と世界史では異なる人工知能が使われています。人工知能は大きく分けると特化型と汎用型の2種類に分けることができます。特化型の人工知能はある特定の問題において知的に振る舞うように作られています。人間を超えることもありますが、あくまで特定の問題だけでの話です。一方で汎用型の人工知能はさまざまな問題において知的な振る舞いをすることができます。人間は例えば外国語を話したり絵を描いたりと、一人の人間がさまざまな問題を解くことができます。人間のように汎用的な知能を発揮するのが汎用型の人工知能です。実は現在実用化が進んでいる人工知能は特化型の人工知能で、汎用型の人工知能は未だ実現されていないという状況です。例えばドラえもんの頭脳というのは日本語や猫の言葉を話したり、秘密道具の修理ができたり、漫画を読むことができたり、さらに状況を理解して適切な秘密道具を選ぶことができたりする、まさに汎用型の人工知能ですが、このような人工知能は現実にはまだ実現されていません。特化型の人工知能の研究開発は進んでいて、人工知能にできることがどんどん増えています。これから画像、言語、音声、そしてロボットなどの領域で今の人工知能にできることをいくつか紹介していきたいと思います。まずは画像に関してです。今の人工知能はまず写真を見てそれに何が写っているかを認識するということができます。例えばこの右上の写真を見て、この写真に猫が写っているということが認識できます。また写真の中に写っている人物を認識することもできます。このような技術は例えば今パン屋さんなどで利用されています。客がトレーの上にパンを乗せてそれをレジに持っていった時に、トレーの上のパンの種類を自動認識して金額を自動計算するという仕組みが実際に使われています。またスマートフォンのロック解除のような顔認証でも同様の技術が使われています。さらに発展しているのが物体検出という技術で、
これは写真の中のどこに何が写っているのかを認識するという技術です。例えばこの中段の写真のように犬がどこに写っていて猫がどこに写っているのかということを認識することができます。この技術は自動運転や医療画像診断などで用いられています。同様のことを動画に適用して監視カメラ中の特定の人物や車両の動きを追跡する、そんなこともできるようになっています。また最近では画像生成といいまして、本物の写真のような画像を人工的に作り出すこともできるようになっています。この一番下の画像で本物の写真は一番左のインプットと書かれた写真だけです。右側の3枚の写真はその左の人物の表情を怒っている顔とか幸せそうな顔というふうに人工的に変化させて生成したものになっています。この技術を使いますと、まるで本当にその人が怒っているかのような偽の写真を作ることができるようになっています。線画への自動彩りなどでも同様の技術が使われています。次に言語に関する例を紹介します。今の人工知能には、例えば文章を特定のカテゴリーに分類するということができます。ニュースの文章からそれが政治に関するものなのか、芸能に関するものなのかという分類をすることができますし、あるいは口コミの文章が肯定的なものなのか否定的なものなのかと分類することができます。またソーシャルメディアに投稿された文章が投稿するルールに違反するかどうかを検出することもできます。機械翻訳というある文章を別の言語に翻訳する人工知能も近年開発が進んでいます。これを画像認識の技術と組み合わせて、看板やメニューのような写真中の単語を翻訳する人工知能も作られています。ウェブ検索エンジンで用いられている情報検索の技術も人工知能によって実現されています。ユーザーが与えたキーワードに基づき、特定の情報が掲載されている可能性が高いウェブページを提示することができるようになっています。また、クイズ用の人工知能を応用して、質問文に対して答えを返す人工知能も開発されており、サポート業務などでの利用が期待されています。音声に関する例としては、まず音声認識があります。人間が話した音声を文章として書き起こすということができるようになっていて、講義のリアルタイム書き起こしのようなことが実現され始めています。逆に文章から人間が話しているような音声を合成することもできます。駅のアナウンスなどで使われているのを耳にした人もいるのではないでしょうか。文章の読み上げアプリケーションも提供され始めています。また、話し声から誰が話しているのかを認識することもできるようになっています。音声認識と組み合わせて会議の議事録の作成などに役に立つ技術です。最後にロボットの例です。今のロボットはセンサ情報を利用して周囲に何があるのかを理解することができるようになっています。ロボット掃除機では障害物の有無を検知するためにこの技術を使っていますし、自動運転でも重要な技術となっています。また、経路や行動の計画もできるようになっています。これは倉庫などである特定の品物を取りに行くような指示があったときに、具体的にどのような経路を通ればいいのかを計画したり、品物の前までたどり着いたときにそれを持ち上げるために体のどの部分をどのように動かせばいいかを計画するという技術です。倉庫でのピッキングの他にも自動運転や部屋の片付けなど
さまざまな分野で開発が進められています。ここまで現在の人工知能は特化型で、いろいろな分野で特化型の人工知能が開発されているという話をしてきました。ここから特化型の人工知能の組み合わせでより複雑なことを実現している事例を2つ紹介します。1つ目が人間が音声で与える指示に従って動作するスマートスピーカーです。スマートスピーカーはおおむね次のような手順で動作します。まず周囲の音声からHey Siri や OK Google、Alexa のような起動キーワードを検知します。ここでは音声認識の技術が使われています。次に明日の天気を教えてのような指示を人間が音声で与えるわけですが、この音声をまず文章として理解します。ここでも音声認識の技術が使われています。そして指示の内容から目的を類推します。ここでは文書分類の技術が使われています。明日の天気を知りたいという目的の場合でも、さまざまな言い回し、例えば明日の天気はとか翌日の天気予報を教えてなどがあるために分類が必要となります。最後に目的に応じた行動をしますが、場合によっては音声合成によって返答します。このように音声や言語に関する特化型人工知能を組み合わせてスマートスピーカーは実現されています。次の例は自動運転です。自動運転車にはセンサやカメラが搭載されています。これらを利用してまず道路上の他の車両や歩行者、自転車走行者の位置などを検知します。また信号の色などの検知もします。ここでは環境認識や物体検出の技術が使われています。次のステップでは今認識した車両や歩行者といった移動体の次の行動、移動先を予測します。この予測した情報を使って次のステップでは経路計画の技術を使い、他の車両や歩行者、障害物との衝突を避けながら目的地に近づけるように経路や速度を計画します。また最後のステップではこの経路計画に従うためにアクセルやブレーキペダルをどの程度踏んでハンドルをどう操作するのかなどの具体的な行動を計画します。このように自動運転という極めて高度なことができる人工知能もさまざまな特化型人工知能の組み合わせで実現されています。それでは人工知能のまとめです。人工知能は知的なコンピュータープログラムでルールの学習や推論を通じて臨機応変に動作することができます。日常のさまざまな場面で人工知能が使われ、クイズやゲームでは人間を超える人工知能も登場していますが、今の人工知能は特化型で、ある特定の問題しか解くことができません。画像や言語などさまざまな分野で特化型人工知能の開発が進められていて、それらを組み合わせることでスマートスピーカーや自動運転のような高度な人工知能が実現されつつあります。ここまで紹介してきた人工知能の事例の多くは機械学習によって実現されています。ここからは機械学習の仕組みなどを解説していきます。なお、一部のスライドでは発展的な話題が出てきます。そのようなスライドには右上に印をつけていますので参考にしてください。機械学習はコンピュータープログラムがデータからルールを学習できるようにする技術です。この講義の最初の方で手書き文字認識の例を紹介しました。
その例では手書きの文字とそれに対応する数字の例、これを使って文字を認識するためのルールを学習していました。このルールというのは手書き文字という入力と数字という出力を対応づけるルールになっています。機械学習ではこのように大量の入出力例のデータを教材としてコンピュータープログラムに与えます。そのデータを使い、入力と出力を対応づけるルールを学習させます。手書き文字認識の場合は、入力が手書き文字、出力が数字でした。他の例も見ていきましょう。例えば、翻訳の場合、入力が文章で、出力も翻訳結果の文章になります。物体検出の場合は、入力が写真で、出力が物体の名前とその位置になります。音声認識なら、入力は音声で、出力は文章です。また、その他にも患者の健康リスクを予測する人工知能であれば、入力は患者の情報で、出力は健康リスクというふうになります。機械学習では、入力と出力を対応づけるルールを学習するために、大量のデータが必要となります。機械学習が発展した背景には、センサやスマートフォンの普及により、あらゆる物事がデータ化されるようになったこと、また、インターネットやウェブサービスの普及で、それらのデータが共有・蓄積されるようになったことがあります。皆さんの中でソーシャルメディアを利用している人も多いと思います。皆さんのソーシャルメディアへの投稿も機械学習のデータとして活用されています。例えば、投稿した写真とそれに付けられたタグや文章が画像認識のための教材のデータとして使われています。また、ウェブ検索エンジンを用いて皆さんがウェブページを検索したときに、実際にクリックして開いたウェブページの情報、これが情報検索のための教材のデータとして使われています。皆さんはこれらのサービスを便利なものとして無料で利用していますが、その裏ではデータが吸い上げられていて、人工知能がルールを学習するために使われているのです。またさらに、ウェブサービスを無料で提供する企業は、機械学習を使って収益を上げています。その代表例が広告です。検索エンジンやソーシャルメディアで広告が提示されるのを皆さん目にしたことがあるかと思います。これらの広告は皆さんのウェブサービス上での行動から皆さんの興味を推測してでクリックしそうな広告を選んで提示されています。皆さんが広告をクリックしたり実際に商品を購入したりすると、広告が掲載されていた検索エンジンやソーシャルメディアの運営会社が利益を受け取る仕組みになっています。このように利益を上げることで、これらの会社がウェブサービスを無料で提供することができるようになっていて、そこからさまざまなデータを収集して人工知能の学習に用いる、そんな仕組みが生まれています。さて、ここからは機械学習の仕組みを説明していきます。例題として、体内にできた腫瘍が良性か悪性かを判定するルールの学習を考えます。ここでは入力が腫瘍、出力が良性または悪性ということになります。左下の図のように入出力例のデータを大量に集めて、それを教材としてルールを学習します。教材として用いるデータは一般に訓練データというふうに呼ばれます。訓練データを用いてルールを学習し、
このルールを使って訓練データにはない新しい腫瘍が与えられたときに、それを良性か悪性か正しく判定できるようにするというのが機械学習の目標です。訓練データが具体的にどのような形式で表されているのかを見てみましょう。コンピューターで処理できるように腫瘍の情報が数値で表現されている必要があります。ここでは例えば腫瘍を大きさと凸凹度という2つの数値で表現するとしましょう。これらは何らかの手段で数値化されているとします。例えば写真から大きさを測ったり、写真の各ピクセルの明度の分散から凸凹度を測るという方法が考えられます。訓練データでは各腫瘍のデータについて入力としてその腫瘍の大きさと凸凹度が示されていて、出力として良性なのか悪性なのかが記されているとします。ここでは例として4つの腫瘍についてだけ数値を示していますが、実際にはもっとたくさんの腫瘍のデータがあるとします。なお、ここでは簡単のために大きさと凸凹度という2つの数値だけで腫瘍を表現しましたが、もっとたくさんの数値を使うこともできます。さらに腫瘍の画像自体を数値化し、入力として用いるということができます。具体的には画像の各ピクセルの色の濃さを数値にして画像を行列で表すということができます。また例えばもし文章が入力の場合には、文書中の各単語の出現回数を並べることで文章をベクトルで表現するということが行われます。さて、腫瘍の例に話を戻します。ここで訓練データをプロットしてみます。横軸が大きさで縦軸が凸凹度だとします。各点は訓練データ中の腫瘍を表しています。その腫瘍が良性であれば青色、悪性であれば赤色にしています。例えばこの左下の、腫瘍は大きさが 0.252 で凸凹度が 0.014 で、これはこの1番目の、腫瘍に対応しています。でこの訓練データを見ますと、この腫瘍は良性ということなので青い点でプロットされています。またこの右側の、腫瘍はですね、大きさが1で凸凹度が 0.371 の腫瘍3に対応しています。さて、訓練データは数字で表現されていましたが、コンピューターで処理できるようにルールも数式で表現されている必要があります。ここでは簡単なルールとして次の2つの式で表されるルールを考えます。まず、W1 と W2 と B という3つのパラメータを考えて、W1× 大きさ足す W2× 凸凹度足す B という値を計算して、これを Z という変数に格納します。ここで W1 と W2 はそれぞれ大きさと凸凹度に対する重みだというふうに考えられます。またこの B というパラメータはバイアスというふうに呼ばれています。で、この Z という値はこの大きさと凸凹度の重み付き和だと考えられます。で、この Z という値が0より小さければ良性だと判定し、
それ以外なら悪性だと判定するという簡単なルールです。この W1、W2、B の値を変えることでいろいろなルールを表現することができます。例えば、W1 が1で、W2 がマイナス1で B が0だとすると、この Z というのは大きさ引く凸凹度ということになります。するとこのルールというのは大きさと凸凹度の差が0より小さければ良性、それ以外なら悪性だと判定するルールになります。あるいは別の数字として、W1 が1で W2 が0で凸凹度がマイナス 0.5 という場合を考えましょう。この時 Z というのは大きさ引く 0.5 ということになります。で、この大きさ引く 0.5 が0より小さければ、つまり大きさが 0.5 より小さければ良性と判定するというそういうルールになります。このようなルールの形式のことをモデルというふうに呼ぶこともあります。訓練データのプロットを使ってその上でルールを図で表してみましょう。ここでは W1 が1、W2 がマイナス1、B が0だとします。すると Z は右上の式に当てはめて大きさ引く凸凹度というふうになります。で、Z イコール0となる点、つまり大きさイコール凸凹度となる点を結びますと、この図の黒線で表されている直線になります。で、これより下の領域では Z が0より小さくて、これより上の領域では Z が0より大きいということになります。つまり大きさと凸凹度が直線よりも下の領域に当てはまれば良性だと判定されて、直線よりも上の領域に当てはまれば悪性だと判定されます。良性と判定される領域、つまり Z が0より小さい領域を水色で塗りつぶしていて、Z が0以上の領域、つまり悪性と判定される領域を薄い赤色で塗りつぶしています。この塗りつぶした領域でルールが表現されています。ではここで訓練データにない主要、例えば今この白丸で表したこのような主要が与えられたとします。これは大きさが 0.6 で凸凹度が 0.2 のものです。今のこの図で表されているルールを使いますと、この白丸の主要というのは水色の領域にいますので、この主要は良性だと判定することができます。あるいはもう一つ別の主要と、この主要ですねを考えてみましょう。これは大きさが 0.8 で凸凹度が 1.0 の主要です。これは今度は赤い領域に含まれているので、この主要は悪性だと判定されるということになります。この W1 と W2、B の値を変えるとルールを、異なるルールを表すことができます。今度は W1 が1で W2 が1で B がマイナス1だとします。つまり Z イコール大きさ足す凸凹度マイナス1となります。先ほどと同様に Z イコール0の直線をプロットしますと、このような、黒い線で表されるのですが、先ほどのルールですと左下から右上に向かって伸びる直線になっていたところ、今回の場合には左上から右下に向かって伸びる直線となっています。
結果、水色に塗られる領域と赤色に塗られる領域も変化します。今我々が学習したいのは、腫瘍が良性か悪性かをできるだけ正しく判定できるルールです。この観点で今見てきた2つのルールを比較してみましょう。訓練データ上に2つのルールをプロットした図を左右に示しています。それぞれのルールが訓練データに対してどれぐらい当てはまっているのかを見ていきましょう。まず左のルールから始めます。この左のプロットで一番右にあるこの点に着目します。この点、つまりこの腫瘍は赤い点で表されているので、訓練データ上では実際は悪性ですが、このルールでは水色の領域に入っているために、ルールでは良性だと判定されるということになります。つまり、ルールが当てはまっていないということになります。ルールが当てはまらない点をこのように暗くすることにします。次にこの上の腫瘍に移ります。この腫瘍は赤い点なので、実際は訓練データ上では悪性で、赤い領域に入っていますので、ルールでも正しく悪性だと判定されます。他の腫瘍についても、同じように確認をしていくとですね、結果このようになります。ルールが当てはまらない点が暗く、表されています。同じように右のルールについても訓練データに当てはまっているかを確認していきましょう。右のルールについては、水色の領域にある赤い3つの点、これだけが間違って判定された腫瘍となります。この左右の図を見比べますと、右のルールの方が訓練データにより当てはまっているということになります。右のルールの方が良いということを数値的に表すために、損失というものを導入します。損失はルールの悪さを点数で表したものです。訓練データに当てはまらないことが多いルールほど、この損失が大きくなるように設計します。例えば今の2つのルールの場合ですと、左のルールの方が訓練データに当てはまらない場合が多いために損失が大きくなり、右のルールの方が損失が小さくなるように損失を設計します。簡単には訓練データにおける誤判定の件数を損失として使うということが考えられます。しかし件数ではルールの良し悪しの細かな違いを捉えることができません。例えばこの上のルールでは赤い点のすぐ近くのところに直線があり、この赤い点が少しでも左にずれただけで良性と誤判定されるということになります。つまりこのルールは少し危ない今まぐれ当たりしてしまっているルールだということになります。それに比べて下のルールで今の同じ赤い点に印をつけますと、こういうふうになっていて、このルールの方がまぐれ当たりをしているわけではない良いルールというふうに考えられます。このように細かな差を捉えるために、各ルールに良性悪性ではなくて腫瘍が悪性である確率を出力させて、それを使って損失を計算します。この表のようになりますが、具体的には大きさと凸凹度の重み付き輪、今まで使っていたこの重み付き輪のこの Z に対して、ある関数を適用して悪性である確率 A というものを出力するようにします。この関数は Z が大きいほど確率が高くなるような関数です。そして
悪性の腫瘍に対して高い確率を出力し、良性の腫瘍に対して低い確率を出力しているルールでは損失が小さくなるように設計します。例えばこの例ですと、この腫瘍3は、悪性で悪性の確率も 0.770 と、高いので損失は、小さくなっていて、でその下の腫瘍4ですとこれは悪性なのにルールでは悪性の確率 0.414 と低い確率を出しているので、この場合は損失が高いというふうに設計されています。で最終的にこの相和データについての、損失を足し合わせたものをルール自体の損失というふうにします。機械学習でやっていることというのは結局訓練データに最も当てはまるルールを見つけるということになります。今回の場合では損失が最小となるルール、つまり W1、W2、B の値を見つけるということになります。ではそのような W1、W2、B の組み合わせを見つけるにはどうしたらよいでしょうか。簡単な方法はランダムにこれらの値の組み合わせをいくつか生成して、その中で一番損失が小さくなるものを採用するという方法です。しかし今試さなかった組み合わせの中に損失がもっと小さいものがあるかもしれません。効率的に損失を最小にするルールを見つけるために用いるのが勾配法です。勾配法は最初は W1、W2、B の値の組み合わせをランダムに決めて、そこをスタート地点にします。次に損失が最も小さくなる方向に少しだけ進む。つまり W1、W2、B の値を少しだけ変化させます。その地点において損失が最も小さくなる方向を再度計算し、また少しだけ進みます。これを繰り返すことで損失が最小となるルール、つまり W1、W2、B を見つけ出します。以上の流れが機械学習の大まかな仕組みになります。なおここまでは訓練データへの当てはまりだけを考え損失として用いていました。しかし学習の目的は学習したルールを使って訓練データにはない新しい腫瘍が良性なのか悪性なのかを正しく判定することでした。訓練データに当てはまりすぎてしまうルールというのは新しいデータに対して間違ってしまう恐れがあります。これはあたかも問題集は完璧に解けるけど本番の試験がまるで解けないような学習方法ということになります。そのようなルールの学習を防ぐために、例えば W1 や W2 の値が極端に大きくなったり小さくなったりしたらペナルティを与える仕組み、そういったものを損失に取り入れるというようなことが行われています。このように新しいデータを正しく判定できることを判可能力といい、機械学習に特有の考え方となっています。ここまでは直線で表現される簡単なルールを見てきました。次に訓練データのプロットが左下のようになっていたとします。この場合では直線で表されるルールでは訓練データに当てはまる良いルールを作ることができません。つまりどのように直線を引いても赤い点と青い点をうまく分けることができません。直線よりも複雑なルールを学習するのに使われる手法が深層学習です。英語ではディープラーニング、あるいはディープニューラルネットワークというふうに言われます。深層学習を用いますと、例えばこの右の図のような複雑なルールを学習できます。
このルールですと青い点と赤い点をうまく分けられていて、訓練データに対する判定の誤りが少なくなっています。深層学習の仕組みをごく簡単に説明します。まずこれまで見てきた単純なルールをこのような模式図で表します。大きさと凸凹度を入力として受け取り、それぞれに重みである W1 と W2 をかけたものを足し合わせます。それが Z となって Z を利用して良性か悪性のどちらを出力するかが決まります。ここでは簡単のために B を足すのは省略しています。これで一つのルールが表現されていました。深層学習ではこのようなルールを複数作り、しかもそれを多層に組み合わせることで全体として複雑なルールを構成しています。例えばこのルールでは1層目に3つのルールがあります。この1層目の各ルールが大きさと凸凹度を入力として受け取り、値を出力します。2層目では1層目の3つのルールの出力を今度入力として受け取ります。で、この3つのルールのそれぞれがまたそれぞれ値を出力します。これを繰り返して最終的に良性なのか悪性なのかを出力します。特に各ルールにおいて Z、つまり入力の重み付け和に非線形関数というものを適用することでルールの表現力を高めることが可能になっています。ルールがこのように複雑になっても損失が最小になるようなルールを勾配法を用いて見つけるという基本的な機械学習の枠組みには変わりはありません。さて、ここまで機械学習の仕組みを紹介してきました。実際に機械学習を使ってみたいと感じた人もいるかと思います。機械学習の実装は今はとても簡単に行うことができます。実装が簡単になったのも機械学習の発展の理由の一つです。機械学習の実装には Python というプログラミング言語が主に使われます。広く用いられている Python の機械学習ライブラリに Scikit-learn があります。この Scikit-learn を使うと簡単なものであれば機械学習の実装がわずか数行で行えます。実際のコードの例をこのスライドの下部に示しています。このコードではまず2行目で使用する機械学習モデル、つまりルールの形式を宣言し、3行目では X トレインと Y トレインという訓練データを用いてルールの学習をしています。4行目では訓練データとは別のデータに対して学習したルールの適用を行っています。3行目のルールの学習のところでは、このわずか1行のコードで損失関数の計算や勾配法の適用という複雑な手続きを実行することができます。また、深層学習のライブラリもケラスやTensorFlow、PyTorch、Chainer などさまざまなものが提供されています。特に Chainer は日本の企業が開発しているライブラリなので、日本語の参考資料が豊富です。機械学習や深層学習のライブラリを使うためには、自分のパソコン、自分のマシンで Python や各種ライブラリの利用の設定を行う必要があり、手間がかかります。しかし、Google コラボラトリーというものを使いますと、簡単にこれらのライブラリを利用することができます。Google コラボラトリーは、クラウド上の仮想マシンをウェブブラウザから操作できる仕組みです。
この仮想マシンにはいくつかの機械学習や深層学習のライブラリがあらかじめインストールされていて、設定の必要がありません。ブラウザ上で直接 Python のコードを入力して実行することができるので、手軽にこれらのライブラリを試すことができます。また、機械学習の練習や腕試しをする場として機械学習コンペティションがあります。代表的なものはカグルです。カグルではタイタニック号の生存者予測や物件価格の予測のような実践的な機械学習の課題とデータが提供されていて、自由に取り組むことができます。テストデータと呼ばれる訓練データに含まれないデータに対する判定結果をカグルに提出すると、その正しさをスコアとして算出してくれます。このスコアは公開され、他の参加者と比べることができます。練習用の課題の他にも、ニュースからの株価の予測や商品説明文からの価格の予測のような企業が実際に解決したい課題を対象にしたコンペティションも開催されていて、これらのコンペティションで上位になると賞金を獲得することもできるようになっています。それでは機械学習のまとめです。機械学習では大量の入出力例のデータを訓練データとして使って入力と出力を対応づけるルールを学習します。訓練データへの当てはまり具合を用いてルールの良し悪しを評価し、訓練データにできるだけ当てはまるようなルール、つまり損失が最小となるルールを購買法を用いて見つけます。この講義を通じて人工知能、機械学習に興味を持った人は、今はさまざまな日本語の参考書が出ていますので、それらでより深い知識を身につけたり、あるいは後半の最後の方で紹介したさまざまなライブラリやカグル等を使って機械学習の実装を試してみてもらえればと思います。以上で人工知能と機械学習の講義を終えます。